Hello everyone, I'm Yoshimasa Kataoka I'm a customer engineer in Google Cloud Japan. Unfortunately, I didn't have time to prepare my scripts in English, so I'll present in Japanese in this session. ここからはですね、日本語でお話をさせていただきます。本日ですね、お越しいただいた皆さん、このセッションは今までと少し毛色が違って、Google クラウドとGemma を連携するという話をさせていただきます。皆さんですね、結構カグルとかハギングフェイス、そういうものにはですね、馴染みあると思うんですけれども、Google クラウド、あまり馴染みがない方も多いんじゃないかなと思っています。ちなみに Google クラウド触ったことあるよって方はどれぐらいいらっしゃいますでしょうか。ありがとうございます。かなりですね、触ったことあるというところで、ちょっと嬉しいんですけれども、ちょっと皆様にはですね、ではちょっと初歩の話になってしまうかもしれないんですが、まずは Google クラウドについて少しお話をさせていただきます。Google クラウドですね、っていうのは Google の B2C のサービスがですね、稼働しているインフラストラクチャーというのを、クラウドサービスとして提供しているものになります。ユーザー層の中心はエンタープライズのお客様になります。で Google クラウドの特徴としてはですね、その成り立ちが独特でして、基本的にはですね、Google のサービスが稼働しているインフラというのを提供しています。つまりは Google の検索ですとか YouTube が使っているインフラというのをそのまま提供しているというものになります。でまたですね、それがどういう意味があるかというと、世界中で利用されているような B2C 向けのサービスをですね、安定して運用している基盤になるので、信頼性の高いインフラになります。ですので、Google クラウド上でお客様のアプリケーションを運用していただければ、それはですね、高い信頼性が保証されたインフラでアプリケーションが実行できるということを意味しています。このようなですね、信頼性が高いという特徴からですね、日本では例えばゲームですとかエンタメ業界ですとか、そういった高いスケーラビリティを必要としているアプリケーションを運用しているデジタルネイティブのお客様を中心に、とはいえですね、エンタープライズのリテールですとか製造ですとかヘルスケアですとか、さまざまな業界のお客様に Google クラウドをご利用いただいています。Google はですね、Kubernetes をはじめとしてさまざまな革新的な技術を開発しておりますので、そういった新しい技術でお客様のビジネスに貢献したいというところが Google クラウドになります。でGoogle クラウドの全体像はここまでになるんですけれども、ここからは Google クラウド上で実際にワークロードを動かすというお話をさせていただきます。本日は当然このワークロードと申し上げているのは Gemma です。まずですね、Google クラウドで AI ワークロードを動かすという場合に、実行基盤としてはここに記載されているような4つのサービスが挙げられます。コンピュータエンジンはですね、いわゆる IaaS のサービスと言われていて、仮想マシンを提供しています。Kubernetes エンジンはマネージドの Kubernetes のクラスターを提供していて、クラウドランというのはサーバーレスでコンテナが実行できます。最後に Vertex AI はエンドツーエンドの AI のプラットフォームで、パイプラインだとかノートブック環境、それだけではなくて学習や推論を行うようなコンピューティングリソースまでさまざまな機能というのを提供しています。それぞれですね、独自の特徴があるので、ユースケースに応じてサービスを選択するっていうのが重要になってくるんですけれども、ここで AI アプリケーション、LLM ですね、アプリケーションをホスティングする上で、考慮しなければならない重要なポイントとして、レスポンスタイムというのが一つ挙げられるかなと思います。ユーザーはですね、アプリケーションにプロンプトを入力した後にですね、可能な限り早いレスポンスタイムというのを期待するかと思います。そのためにはインフラのスケーラビリティだとか、特にアプリケーションがレディーになるまでの時間というのは、当然短ければ短いほど良いかなと思います。ただ LLM のアプリケーションでは、一般的にはですね、GPU を搭載したコンピュータリソースというのが利用されると思いますけれども、ドライバーのインストールだったりとかフレームワークやモデルのロードというのはどうしても時間がかかってしまう作業になります。ここでですね、このような課題を解決するというサービスとして本日クラウドラン GPU というのをご紹介いたします。クラウドランというのはサーバーレスでコンテナが実行できる環境なんですけれども、0インスタンスから一気に1000以上のインスタンスまでスケールアウトすることができるサービスです。またですね、サーバーレスという特徴から使った分だけ課金が発生するというものでございまして、コストを抑えながら必要な場合に大規模に分散させるということができます。
で、このクラウドランなんですけれども、今年の8月から GPU の利用をサポートいたしましたので、軽量モデルを利用した AI アプリケーションのホスティングというのもできるようになりました。クラウドラン GPU ではインスタンスの起動を早くするためのさまざまな仕組みというのが取り入れられています。例えばドライバーのインストールを早くするためにカスタムのカーネルを使っていたりだとか、イメージストリーミングという機能でコンテナイメージ全体のダウンロードの完了を待たずにコンテナの初期化をするといった機能があります。他にもですね GPU のリソースどうしても確保がしづらいという現状があるんですけれども、クラウドランはサービスとして GPU のリソースプールがありますので、デプロイメールを受けてからすぐにリソースの割り当てというのが行われます。その他にもですね少し細かいんですけれども、クラウドラン GPU はこちらに記載されているような特徴があります。クラウドランではですね現状 L4 の GPU を1インスタンスごとに1枚ご利用いただけます。ですのでパラメータ数が小さいですね軽量なモデルのホスティングに最適です。また Web アプリケーションとしてクラウドランをご利用いただくというのも代表的なユースケースの一つになりますので、コンテナにアクセスするためのエンドポイントというのもデフォルトで作成されます。つまりはユーザーはネットワークの設定などそういうものを全く考慮する必要なくて、そのままアプリケーションを外部公開できるということになります。その他にもですね先ほど申し上げたんですけれども、やはり嬉しいのはサーバーレスであるからこそ使った分だけ課金が発生する、コストパフォーマンスよくですねサービスを展開できるというところが挙げられます。ここでですね生成 AI の観点で鑑みた場合に、ここに書いてあるようなユースケースがあると思うんですけれども、例えばファウンデーションモデルの開発、大規模なモデルの事前学習、あとはファインチューニングといったものが挙げられます。その他にもモデルをですね実際にお客様に提供するといったようなユースケースあるかなと思います。この中でクラウドラン GPU というのは一番右側に書いてあります軽量なモデルのサービングというのがメインのユースケースになります。ではここからですね早速クラウドラン GPU のデモをご紹介させていただきます。今回のデモはですねクラウドラン上で Gemma2 の軽量なモデルであります2ビリオンのモデルを実行します。推論にはですねオーラマを使うんですけれども、もちろんその他のエンジンをご利用いただいても全く問題ありません。ただですねそれだけだとAPI エンドポイントができたっていうだけのデモになるので、一応今回ですね少し動きがあるっていうところで、OpenWebUI を使って、Web アプリケーションとして Gemma をホスティングするっていうところまでデモとしてお見せいたします。では早速動画をご覧ください。こちらですね Google クラウドのコンソールになります。ここからですねクラウドランサービスっていうのを選択いただいてコンテナをデプロイします。コンテナイメージですねどこに格納されてあるものでもいいんですけれども、今回はオラマのイメージを利用します。でサービス名は任意のものをお付けください。ちょっと今回デモで簡単なために認証とかそういうものは全て省いているんですけれども、そういうものを当然つけていただくこともできます。でここからコンテナの設定ですね。まず重要になってくるのはモデルをインターネットからダウンロードしてくるというのは時間がかかるので、モデルはあらかじめダウンロードしてオブジェクトストレージである Google クラウドストレージにすでに保存をしています。これをですね参照するようにいたします。でその次にですねコンテナのポートなどの設定を行うんですけれども、ポートはですねオラマで決められている11434を設定しています。でここからリソースの展開なんですけれども、今回はですねメモリや CPU というのは一応最大で付与しているのと、重要になってくる GPU を有効化します。これだけでオーラまでですねGemma2 がホスティングできると、設定は完了になります。すみません最後ですね、先ほど設定した、ボリュームをマウントするという作業で設定は完了です。今回デモなのでちょっと最大のインスタンス数は少し低めにしていて、ここでクリエイトボタンを押します。でここからですねすごくタイマーを持っていただいたら持っているんであれば持っている方は測っていただきたいんですけど、今クリエイトボタンを押してからデプロイが始まります。
はい、今ここ時計あるんですけれども、おそらく十数秒ぐらいで、もうインスタンスができた GPU のドライバーとかも全部インストールされた状態でレディになったというところが、用意できました。早速ですね、用意した API エンドポイントにオーラマ CLI で、アクセスしてみます。でここはですね、もうすでにインスタンス自体は用意されているので、インスタンスは動いてはいるんですけれども、GCS ですね、クラウドストレージからモデルをロードしている時間がここで少しだけかかるんですけれど、もうすでに動いている状態というのは見えるかなと思います。はい、これでモデルのロードも完了したので、ここで、もうすでにプロンプトに答えられる状態になりました。早速 Google クラウドって何って聞いてみたら、もうこの状態、このようにですね、答えが返ってきます。大体設定はいろいろちょっと慣れてるので早かったんですけれども、デプロイボタンを押してから1分ちょいぐらいでですね、API が、ジェマがもう動いたということがご確認いただけるかと思います。今はですね API エンドポイントを用意したっていう話になるんですが、あらかじめですねちょっと OpenWebUI のウェブアプリケーションのコンテナをデプロイしたサービスもご用意しておりますので、ここにアクセスをしています。で、この UI 自体は OpenWebUI のものになるんですけれども、Gemma 自体はクラウドランでホスティングされています。で左上で Gemma2 を選んでいただいて、今回じゃあクラウドランは何かっていうふうにプロンプトを入力してみると、すぐに答えが返ってきます。パフォーマンスもですね、レスポンスタイムも非常に速く、かつデプロイもすごく簡単にできるということがお分かりいただけるかなと思います。ではデモの動画はですね以上になるんですけれども、今回は、Gemma の2ビリオンのモデルを実行しています。ただ当然ですね、それよりも大きいモデルというのを運用したいというユースケースも当然あるかと思います。その場合はにご利用いただけるサービスとしては、ここに書いてあります GKE もしくは Vertex AI というのがお勧めになります。Kubernetes エンジンというのは、先ほど申し上げた通り、マネージドの Kubernetes サービスで最大で15000ノードまでスケールすることができます。L4 のみではなくて、ハイエンドな GPU であります H100 ですとか A100、また GPU だけじゃなくて TPU もご利用いただけます。で Kubernetes のエコシステムが利用できますので、高い柔軟性、カスタマイズ性を持ちます。続いて Vertex AI なんですけれども、こちらも GKE 同様にですね、さまざまな種類のアクセラレーターがご利用いただけます。その他にもモデルを保存するためのレポジトリ機能があったりだとか、モデルガーデンという機能で Gemma 公開されておりますので、そのままその Gemma をエンドポイントへデプロイできたりします。またですね、GKE や Vertex AI というのは、推論のみならず学習にもご利用いただけます。それでは最後にですね、私のセッションのまとめになります。本日は Google クラウド上で Gemma の軽量なモデルをホスティングする方法についてお話をさせていただきました。その中で覚えていただきたいポイントというのがこちらになります。Google クラウドは Google のグローバル基盤をサービスとして提供しておりますので、高い信頼性を担保しています。Google クラウドのサービスの一つでありますクラウドランでは GPU がサポートされたことで軽量なモデルを簡単にホスティングできたりだとか、またそれをですね外部に公開するということも非常に簡単に行えます。その他のですね大きなモデルをホスティングしたいという場合には GKE だとか Vertex AI といったサービスをご利用いただくことがお勧めです。それでは私のセッションは以上になります。ありがとうございました。